こんにちは、アリシナです。パリで20年以上舞踏クラスを運営しています。この度、新型コロナウイルスの影響で稽古場が封鎖されて以来、オンラインクラスを Zoom で行っています。それは90分間ウォーミングアップからいろいろまんべんなく行っていますが、 YouTube ではその一部を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はドロップをやっていきたいと思います。ドロップは自然に何か動いていて、ゆっくり動いていて、例えば手を上げようとしてそれが急に落ちる、何か方向づけをしていてその方向が急に変わる。だから緩やかなものが急にガクン、緩やかにまた続いてガクンというのを一応ドロップと呼んでいます。簡単なのは手を上げて、手をできるだけ伸ばして、それをラシェ、手を伸ばし脱力、どこかを緊張させて脱力、緊張させ脱力、どこかに緊張させたものを脱力させる。例えば膝を伸ばした状態で、膝を伸ばして普通に立った状態で脱力する。バランスを崩す。どこかバランスよくしようとしていたものが崩れる。日本舞踊でおこつきっていう動きがあるんですけど、おこつきは普通に歩いてる人が急にバランスを崩すというのを意識的にやることですね。で、意識的にバランスが全く崩れているように見えるんですけれども、かなり意識的に行う。で、非常に古いダンスっていうのはもうどれも全部計算し尽くされたものなんですけど、そのドロップはそれの計算外のものを時々入れると、アクセントのように入れる。だからドロップがあまり定期的に現れるとそれに慣れてしまうので、全く動かないものが何かあってそれが動く。で、人形ぶりとはちょっと違うんです。人形ぶりよりもっと有機的なものですね。で、ちょっといろいろ例をやってみましょう。一番簡単な例が手を上げてドロップする、手を上げてドロップする、足がまっすぐな状態を膝が曲がる、まっすぐにして曲がる。普通に立ったものが急にガクッとなる。で、本人はまっすぐ立とうと努力してもガクッとくる。これは前にガクッときてるんですけど、これを後ろにガクッとこさせることもできますね。普通に立っていて後ろにガクッとくる。これをいろいろやっていくと、例えば横にガクッといく、横にガクッといく、横にガクッといくのは、例えばこういう素早く、こういう動きはよくコレオグラフィーの中に現れるんだけど、これには完全な意志が働いているんだけど、ドロップの場合は何事もないような状態で、これが急に
くる。
ご視聴ありがとうございました。このようにいろいろなムーブメントを紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。